こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。冬の乾燥には加湿器ということで、今回は加湿器のレビューです。おいおい、違うでしょう。冗談です。でも、加湿すると体感温度も上がるっていうのは本当です。いいやつは結構高いけどね。うちのは5000円しないぐらいの超音波式だったかな。アイは卓上タイプです。さて、今回は SGOR なんて読むんですかね。よくわかんないけど、S 号って発音してる例があったから、S 号にするか。すごー。愛ちゃんさ、打ち合わせ通りだけど、いざ行ってみると、なんか、な感じだね。お寒いですね。冬だし、余計寒いです。こんなこと言わせるなんて、ジャックさん、パワハラです。いいよいいよ、そこまで台本通りじゃなくて。ですね、レビューしなきゃ。では、S 号、ヴィーナス、見ていきますよ。パッケージ内容は最小限といった感じで、外箱にはエコを感じます。価格が高めのショップでも2800円ぐらいでしたね。1000円台のところもありました。2000円台前半ぐらいでのショップが多い感じでした。以前だと、この価格帯は KZ が強かったけど、最近選べるメーカーが増えたのはいいよね。それとデザインね。ヴィーナスはかっこいいデザインのインパクトで思わずポチってしまったよ。もちろん、手の出しやすい価格ということもあるけど。S 号ってメーカーのことはよくわからないけど、そこは今回深掘りせず、いつもの通り音中心に進めよう。そうですね。CCA-CXS の穴開きもインパクトありましたけど、ヴィーナスのフェイスプレートのベントホールも印象的です。セミオープンっていうことで期待しちゃいます。デザインと機能がうまく融合してるよね。素材は多分亜鉛合金だと思うけど、フェイスプレート以外は樹脂製で KZ っぽい感じ。装着感も問題ないはず。はい、特に注意点もなくフィットします。重さは比較するとまあまあな感じですかね。タングス、ウェイナー SG の軽さが目立ちます。前面アルミニウム合金の T ハイファイ C2 がヴィーナスより軽いんですね。この比較ではヴィーナスは中間ぐらいです。ドライバーは 10mm のダイナミックタイプ。なんか長い名前がついてますが省略。どんな音を聞かせてくれるのか楽しみ。今回のサウンドチェックは再び盗聴の CCA-CXS です。ヴィーナスを前回のレビュー T ハイファイ C2 と一緒にレビューしたかったんですが、大人の事情もいろいろありまして、ジャックさんが言えって。リアピもまたまた単ジム TAPB トレブルです。ヴィーナス付属のケーブルを両モデルに装着し、音収録しました。ではどうぞ、音量上がります。ヴィーナスと CXS の特性は似ているところも多かったですが、違い分かりましたか？収録音ではヴィーナスの低域が思ったより出ているなぁと思いました。あと、中高域から高域の違いですね。2曲目、3曲目でキャラクターの違いを感じました。ではイヤピ波形比較です。細かい部分の違いはあるけど、ざっくり見てあんまりばらつきのない感じ。測定モデルによってイヤピ特性が顕著に出る場合、出ない場合があり、ファイナル E のカーブを見るとヴィーナスは特徴が出にくい感あり、ヴィーナスは低域が少し控えめで高域寄りに感じたので、この中では低域がしっかり出て高域が少し控えめな単ジム TAPB トレブルをサウンドチェックの音収録に選んでみた。次は他モデルとの波形比較で初めに CXS です。まず低域。低域強強の CXS に比べヴィーナスは少し控えめだけど、全体で見るとこのぐらいの出方でいいかなとも思う。 CXS の場合、低域が別のところから出てくる感じがあって、強めでも邪魔にならないとこがいい。ここではシンプルにレベル差だけを見てみたということで、中低域から中域。ここはほとんど同じだね。どちらもそんなに減衰していないので、この大域の再現性は高い。中等域から高域。
CXS と大きく違うのはここで、ヴィーナスは2から4キロがやや控えめ。で、4キロ過ぎから持ち上がって、5キロ過ぎては CXS より明るいキャラクターになってる。CXS はメロディーラインがより前に感じる少し太めの広域。15キロあたりの差分も結構あるし、ヴィーナスはやや線の細めな広域といった感じ。実際聞いてみると、CXS もヴィーナスもサウンドステージは結構広めに感じて、中広域から広域のカーブの振幅が適度にある方がメリハリがあって、サウンドステージが広めに感じるような気がする。それプラス、両モデルともセミオープンということもあり、サウンドステージ内に音が滞留しにくいのも聞き心地を良くしている。ヴィーナスは CXS ほどセミオープンということを意識しなかったけど、低域の圧の違いなど、チューニングとの関係が大きいのかもしれない。次は TRN-MT3 です。MT3 と比較したのは、この部分を見てもらいたかったから、2から6キロ手前までのカーブの感じが似ていて、ヴィーナスは広域は感じるけど、薄めな MT3 のキャラに結構似ている。最後に TinHiFi-C2 です。先日レビューした TinHiFi-C2 とは、低域から2キロぐらいまでのカーブがよく似てる。改めて見てみると、本当に似てるなぁ。なので、ヴィーナスは TinHiFi-C2 と TRN-MT3 の特性を併せ持つ感じ。まとめると、低域は CCA-CXS より控えめで TinHiFi-C2 によく似ている。中域も C2 に似ていて、減衰幅は少なめで再現性は高い。2から6キロぐらいまでは TRN-MT3 に似た感じで、やや線の細めな広域。セミオープンの効果もあり、サウンドステージは広め。音の出所がしっかり分かれて聞こえ、分離もなかなかいい。全体的に聞きやすく、エントリーモデルとして十分な仕上がり。といったところでしょうか。補足すると、低域は C2 に似ていますが、C2 の低域はより締まった感じです。リケーブルで S12 やタングズ ZTIU の付属ケーブルで聞いてみましたが、S12 のケーブルでは低域がマシマシになり、全体的にグイグイ来る感じに変化し、ZTIU のケーブルでは明瞭感が際立つようになりました。コストからすればいいケーブルはバンドルできないでしょうけど、ヴィーナスのポテンシャルが高いことは分かりました。今回の比較モデルを含め、最近レビューしているエントリーモデルのレベルが上がっているので、過去動画などもご覧いただき、購入の際の参考にしていただければ嬉しいです。ヴィーナス欲しいなぁ。2000円台だし。まあ、ゆっくり悩んでちょうだい。ということで、S 号、ヴィーナスのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。